皆様こんにちは。バル0108ことナスチと申します。今回はペンタブについてです。マウスからペンタブにしようとしてる人やペンタブの範囲で悩んでる人の助けになれればと思い動画作成に至りました。少しでも参考になれば幸いです。特にペンタブの範囲って沼ですよね。私も長年苦労しました。それではペンタブ動画スタート。様々な種類のペンタブがありますが、おすすめは CTL-CTH480 以前のペンタブです。490以降だと遅延がひどくてプレイしにくいと言われています。私が実際に試したわけではないので、どれくらいの遅延があるかはわかりませんが、押すようにペンタブの購入を検討しているのであれば、手を出さないのが無難だと思います。ワコム以外の安価な4000円ぐらいのペンタブで、XP ペンスター G640 を試したことあるんですが、遅延があってプレイしにくかったのでおすすめしません。今からペンタブに変えるのであれば CTL472 が6000円前後で売ってて差は2000円くらいなのでおすすめです。ワコム製品は結構耐久性があり、12年前に購入した CTL460 はまだ使えます。2、3年前のですが、上位勢のペンタブリストを概要欄に載せておきます。使用率の高いペンタブは480なんですが、生産が終了してて現在の値段が 14,800 円とめちゃくちゃ高いです。私は CTH680 を使用しており、480の大きいサイズバージョンになります。範囲もデカめ、安定性抜群、でかい範囲おすすめします。オープンタブレットドライバーとは遅延の少ないペンタブドライバーです。公式ドライバーだとオスをプレイするよりも絵を描くことに特化したドライバーのため、遅延がありエイムも丸っぽくなってしまいます。導入方法はショートにまとめてありますので、概要欄か右上の情報カードから確認してください。そのショートでタブレットドライバー GUI との違いは何ですかと質問をいただきました。遅延と設定に関してはほぼ同じなんですが、私がオープンを使う理由は2つ。1つ目、範囲設定、機能が便利。設定画面のディスプレイを右クリックで使用しているディスプレイの変更、反転、画面外への設定、右寄せ、左寄せなどができます。下のタブレットも同様に反転、画面外への設定、右寄せ、左寄せ、重央比維持、角度の変更などができます。数値を戻したい場合、CTLZ で1個前の数値に戻せます。間違えてちょっと動かした時に重宝しますね。フィルターも大量にあり、面白いものがたくさんあります。例えば丸い範囲や範囲の一部だけ感度を高くするなどありますね。使用するフィルターは基本デブ株のみなんですが、気になる方はいろいろ試してみてください。遅延に関しても、遅延を 25ms 入れるのはなぜですかと質問をいただきました。遅延がないと動きが速すぎて逆に難しいので遅延を入れてます。ただ上位勢で 0ms の人もいれば 30ms の人もいて、その人の感覚やパソコン環境によりちょうどいい数値は異なりますので、好みで数値を変えてください。2つ目、自分だけかもしれないんですが、フレケンシーが60しか出なくなった。フレケンシーとは1秒間に送るデータ量、別名ポーリングレートとも呼びます。今使ってるペンタブのフレケンシーの確認方法は、オプション、コントローラーのマークからマウスローインプットを一時的にオンにします。ペンで操作してみるとポーリングレートが表示されます。普段980前後出てたのが、急に公式ドライバーと同じ120前後しか出なくなりオープンに変えました。低いポーリングレートが影響することは、例えば 240Hz のモニターを使っていて、プレイ画面は 240Hz だけどカーソルだけカクカクのような状態になります。最新のペンタブは改善されているかもしれませんね。手の固定位置には小指、手首、腕、肘、固定なしの5種類あります。ペンの持ち方も短めに持つから長めに持つがあります。両方とも下に行くほど動かせる範囲が広くなるので、自然とペンタブの範囲が広くなり安定します。初心者によくありがちなのが、小指固定のペンの持ち方が極端に短くてつけペンの人です。範囲が狭くなりがちなのと、ペンに力が入りすぎてスムーズに動かせないのでおすすめしません。エイム苦手な人は手の固定位置とペンの持ち方から見直してみましょう。それとボールペンなどで文字を書く時のペンの持ち方とオスをプレイする時のペンの持ち方は全くの別物です。ペンの持ちやすさはその人によって違うため、いろいろ試してみてください。ちなみに私は人差し指と中指の間にペンを置き、上から軽く親指で支えてふわっと持っての肘固定です。私が範囲を決める際に使ってた方法を紹介します。設定用の譜面を作りました。概要欄からダウンロードしてください。スモークを使いますのでキーを確認してください。オプション、コントローラー、キー設定のスモークに割り当てられているキーで書きます。とりあえずペンタブ範囲は平均的な80あたりから設定していきましょう。いつも座ってる位置につき、体全体をリラックスさせて自然な体勢でペンタブの上に手を置きます。ペンの先がだいたいペンタブの中心に来るように置きます。タブレットはできるだけまっすぐ置いてください。後で微調整します。オプションから譜面
面付属のスキンを使わないと、常にスキンのカーソルを使用のチェックを外し、ノーフェールをつけてプレイ開始。下にカーソルを持っていくと設定がありますので、明るさのバーを左に動かし 0% にして、譜面のスキンを無効のチェックを外しリトライ。四隅に白い四角と黒いカーソルと黒いノートのスキンになります。先ほど決めた手の位置でスモークを使いながらスピンを回してみます。スモークの位置が真ん中の白い点のところになるようにタブレット範囲を動かしてアプリセーブ。次に四隅を感覚で叩いていきます。重要なのがカーソルを見るのではなく感覚で狙うことです。そのためにカーソルを黒くして見にくくします。しばらくしたら自分がどの辺りをエイムしてるのかをスモークで確認して、届いてない場合は数値を小さくして、行き過ぎてる場合は数値を大きくします。エイムが斜めになる人もいると思うので、その場合タブレット自体を斜めにするかドライバー側で調整してください。重音比を維持するかどうかはお好みでどうぞ。中心四隅の調整を何回か繰り返していけば範囲の調整完了です。これを毎日最低1週間は続けてください。完璧だと思ってもその感度に自分が少しずつ慣れていっただけであり、次の日になると感覚が戻って再びズレが発生します。毎日調整することによってより自分の感覚に合った範囲にすることができて、調子のいい日悪い日の差がなくなりエイムが安定します。ペンタブの位置を忘れないように写真を撮るなどしていつでも同じ位置になるようにしましょう。範囲を決める時の重要点は手の固定位置、ペンの持ち方、中心、四隅です。上達への一番の近道はタブレット範囲になれるのではなく、自分の感覚をタブレット範囲にすることです。覚えておきましょう。いかがだったでしょうか。ペンタブ範囲ってマジで沼なので、これからも悩んでいくかと思いますが、この動画で少しでも改善されれば幸いです。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。コメントいただけると喜びます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらが私のペンタブ範囲です。めちゃくちゃ広いですよね。4000位くらいの 300pp 付近を取ってた時までは 60mm くらいの範囲でプレイしてたんですが、当時これ以上自分が上手くなるイメージが湧かなかったんですよね。そんな時にズーティネーターのプレイを見て自分も全範囲にしようと思ったのが今の範囲になるきっかけです。全範囲にして最初はめちゃくちゃ下手で PP 取るとかフルコンする以前の問題でしたが、少しずつ範囲を変えていって慣れていった結果今の自分がいます。時には何かを変えなければいけないと学んだ瞬間でした。挑戦するって大事ですよね。皆さんもいろいろ試して挑戦していってください。